千里の道も一歩からバイ老子。皆さんこんにちは、ずんだもんです。投資のお姉さんです。最近新NISAを始めたけど円高株安で不安だらけなのだ。ねえお姉さん、僕この前友達に新NISAって今やる意味あるのって聞かれたんだよね。確かに最近のニュースはちょっと不安になるかもね。そうなんだよ。なんかタイミング悪かったかなって思っちゃってさ。まあでも焦ることはないわよ。ちゃんと理解していればどんな相場でも戦えるんだから。さて今回は円高株安乱高下新NISAはもうワコンについて解説していくわよ。いろいろ教えてほしいのだ。それじゃゆっくりしていってね。まずは新NISAの基本的な仕組みから話すわよ。新NISAは2024年から始まる新しい制度で、今までのNISAよりも非課税枠が増えたの。非課税で投資できる額が年間で最大360万円になって、積立型と成長型の2種類を併用できるようになっているのよ。360万円も非課税で投資できるってすごいじゃないか。でも今の円高や株安が新NISAにどう影響するのかちょっと不安なんだよね。その気持ちもわかるわ。でも長期的に見るとこうした相場の変動は一時的なものなのよ。特に新NISAのような長期投資を目的とした制度では、短期的な為替や株価の乱高下に左右されずにコツコツ積み立てることが重要なの。これがドルコスト平均法の強みでもあるわね。ドルコスト平均法？それってどういうことなのだ？ドルコスト平均法は一定の金額で定期的に投資を続ける方法よ。株価が高い時には少ししか買えないけど、安い時にはたくさん買える。結果的に長い目で見ると購入価格が平均化されてリスクが分散されるの。だから円高や株安の時でも心配しすぎる必要はないのよ。なるほど、そういう仕組みなのか。じゃあ新NISAでこの方法を使うと円高や株安でも安心して投資を続けられるんだね。その通りよ、ずんだもん。むしろ円高や株安の時こそ割安で良い株を買えるチャンスでもあるの。新NISAを活用して長期的な視点でしっかりと投資を続けることが大切だわ。それを聞いて少し安心したのだ。新 NISA って他にも何か気をつけるポイントはあるのかな？もちろんよ。新NISAでの投資は投資信託や ETF を選ぶときにしっかりとリスクを分散することが大事なの。それに資産配分を見直すことも忘れずにね。日本株だけでなく海外株や債券にも分散投資することで相場の変動に強くなるわ。円高や株安が進行する中で新NISAを利用する際にはいくつかのリスクが存在するの。例えば株価が下落することで投資している資産の価値が減少する可能性があるわね。確かに株が下がると心配になるよね。でもそれって長期的に見ても悪いことなのか？いい質問ね。株価が下がることは必ずしも悪いことばかりじゃないのよ。特に長期的な視点で見ると安い価格で株を買い増すチャンスにもなるの。これをドルコスト平均法で活用すれば株価が戻った時に大きな利益を得られる可能性があるわ。なるほど、安くなった時にコツコツ買い続けるってわけか。じゃあ円高はどう影響するんだ？円高の影響も見逃せないわね。円高になると海外資産の価値が目減りすることがあるけど、逆に言えば円高時に海外資産を安く買えるチャンスでもあるのよ。特に新NISAを活用する場合、長期で見ると為替の変動も平均化されるから心配しすぎなくても大丈夫よ。円高でもそんなに慌てなくてもいいんだな。でも他にリスクはないのか？もちろんリスクはゼロじゃないわ。為替リスクや経済の不確実性、それに加えて個別株のリスクもあるわね。これらのリスクを分散させるためには投資信託や ETF を使って幅広く分散投資をすることが大事なの。これでリスクを最小限に抑えることができるわ。分散投資か。確かにそれなら安心だね。でも分散しすぎて利益が出ないってことはないのか？そこも気になるところよね。でも分散投資はリスクを抑える一方でリターンをある程度安定させる効果があるの。
極端にリスクを取らない限り大きく損をするリスクが減るから、安心して長期投資を続けられるわ。新 NISA を使うならこのバランスを大切にして長期的な成長を目指すのがポイントよ。ずんだもん、株価が不安定だと新NISAがオワコンって言われることもあるけど、実際はそんなことないのよ。そうなのだ。僕、株価が下がるとすぐに不安になっちゃうんだよね。まあ確かに下がると心配になるわよね。でも新NISAの強みはそこじゃないの。分散投資ができるからこそリスクを抑えつつもリターンを狙えるのよ。分散投資って一体どういうことなのだ？分散投資っていうのは、要するに投資先を一つに絞らず複数の資産に分けて投資することよ。例えば日本株だけじゃなく海外株や債券、不動産投資信託なんかにも投資することでリスクを分散させるの。それって本当に効果があるのか？もちろんよ。市場が不安定な時、一つの資産が下がっても他の資産がそれを補ってくれることがあるの。だから全体としてはリスクを減らせるのよ。これが新NISAでの長期投資において非常に重要な戦略なの。なるほど。じゃあ新NISAを使っていろんなところに投資するのがいいんだね。でもどうやって投資先を選べばいいんだ？投資先を選ぶときにはまず自分のリスク許容度を考えるのが大切よ。リスクを取れる余裕があるなら少しリターンの高い資産にも挑戦してみるといいわ。逆にリスクを抑えたいなら安定した資産を中心に組み合わせるといいわね。それって難しそうだけど僕にもできるかな？心配しないで。ずんだもん、最初は誰でもわからないことだらけよ。でも新NISAでは投資信託を使えばプロが選んだ分散された投資先に自動的に投資できるの。だから最初は投資信託を活用して少しずつ慣れていくといいわよ。それなら安心なのだ。新 NISA を使ってリスクを分散しながら賢く投資を続けることが大事なんだね。その通りよ、ずんだもん。だから新NISAはオワコンなんかじゃないわ。うまく活用すれば安定した資産形成ができるわよ。さて、ずんだもん、為替相場の変動って聞いたことある？投資にはとっても重要な要素なのよ。なんとなく聞いたことはあるけど正直よくわからないんだよね。円高とか円安とかってどうやって投資に影響するんだ？いい質問ね。為替相場の変動、特に円高と円安は投資のパフォーマンスに大きな影響を与えるの。例えば円高になると海外資産の価値が下がるから持っている海外の株や債券の評価額が減っちゃうのよ。そうか。じゃあ円高は投資家にとってはあんまり良くないのかな？一概にそうとも言えないわ。円高の時には逆に海外の資産を割安で買えるチャンスでもあるのよ。特に長期投資を考えているなら円高の時にコツコツと買い増しておくことで後々のリターンが大きくなる可能性があるわ。なるほど。それなら円高も悪くないってことか。でも具体的にはどんな投資戦略が有効なんだ？円高の時に有効な戦略としては、まずは海外の株や債券を積極的に買うことね。特にドル建ての資産を円高の時に買っておくと将来的に円安になった時に大きな利益を得られるわ。もう一つは為替ヘッジ付きの投資信託を利用すること。これなら為替リスクを抑えつつ海外資産に投資できるのよ。為替ヘッジ付きの投資信託か。それは便利そうだね。でもヘッジなしとどっちがいいのかな？それは投資する期間やリスク許容度によるわね。短期的に為替の変動リスクを避けたいならヘッジ付きがいいわ。でも長期的には為替リスクもリターンの一部として捉えてヘッジなしを選ぶのも一つの手よ。ふむふむ。リスクとリターンのバランスを考えて選ぶってことだね。そういうことよ。ずんだもん、為替相場の変動は確かに難しいけどうまく利用すれば大きなチャンスにもなるの。新NISAを活用して賢く投資していきましょう。さて、ずんだもん、相場が乱高下してる時って投資が不安になるでしょ？でも新NISAをうまく活用すればその不安を減らせる方法があるのよ。そうなんだ。僕
値動きが激しい時はどうしても怖くなっちゃうんだよね。どんな戦略を使えばいいんだ？まずおすすめなのがドルコスト平均法ね。これは毎月一定額を投資する方法で、相場が高い時には少なく、安い時には多くの株を買うことになるの。長い目で見ると購入価格が平均化されてリスクが抑えられるのよ。なるほど、それなら相場が乱高下しても安心して続けられそうだね。そうそう、ドルコスト平均法は特に初心者にとって強い味方なの。あとはタイミング投資を試みる人もいるけど、これはかなりのリスクを伴うのよ。相場の底や天井を正確に見極めるのはプロでも難しいからね。タイミング投資ってうまくいけば大きな利益が出るんだろうけど、失敗したら怖いよね。その通りよ。だから私たち一般投資家にとっては、無理にタイミングを狙うよりもコツコツと積み立てる方が結果的に成功しやすいの。さらに新NISAを活用するなら、投資先を広く分散させるのも重要よ。分散投資ってどういう風にやればいいんだ？例えば日本株だけでなく、海外株や債券、リート、不動産投資信託なんかにも分けて投資するの。これで一つの市場が不調でも他の市場でカバーできる可能性があるのよ。それなら安心して長期的に投資を続けられるんだね。そうね。乱高下する相場でもこうした戦略を使えば、新NISAを最大限に活用して資産を増やすチャンスをつかめるわ。焦らず計画的に進めていくことが大切なのよ。というわけで今回は新NISAはもうはゴーンについて解説していきました。ずんだもん、今回の内容はどうだった？とってもわかりやすかったのだ。特に新NISAがオワコンじゃない理由や、相場が乱高下してる時にどうやって投資を続ければいいかがよくわかったよ。今までちょっと不安だったけど、お姉さんの説明で安心して投資を続けられそうだよ。それはよかったわ。今後もこのような形でお姉さんが丁寧に解説していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はここまでにしましょう。それじゃご視聴ありがとうございました。